いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。今回はですね、こちらの本にもジャケットの方ですね、たくさん、載せさせていただいておりますザ・対戦モデル、今そうですね、市場でも一番人気じゃないでしょうかね。対戦モデルのジャケットの、現物をちょっと説明したいと思います。こちらにある、いわゆるファーストの対戦モデルです。こちらはちょっとね、この本に掲載されているジャケットではないんですが、もういわゆるザ対戦モデルのジャケットですね。前回説明させていただきましたジャケットファースト 506XX、こちらはいわゆる第二次世界大戦1942年からですね始まった、戦争中に作られていた、G ジャンです。もちろんロット番号は506XX なんですが、こちらレザーパッチ、正直ね、文字はねほぼもう読めませんが、ここには、簡素化という形でいろんなちょっと省略されている部分があるので、英語で言うとシンプルファイルドの S ですね、頭文字の、ここにおそらく 506XX の前に S506XX というふうに、ロット番号として文字がスタンプが入っていると思います。こちら、サイズなんですがおそらく38表記が少し縮んだサイズだと思うんですが、レザーパッチは一応、ひびは入ってますが残っております。こちらね、もう対戦モデルといえばなんですが、通常ボタンが5つです。先ほど言ったように簡素化という形でボタンが省略されてます。1つ2つ3つ4つになってます。そして通常でしたらリーバイスという書かれているリーバイスボタン、いわゆる当時ですね、この簡素化という形で、一つ安いボタン、こちら、通称月桂樹ボタンですね。月桂樹ボタンを使用されております。なのでパッと見た瞬間にもうこの月桂樹ボタン、穴の開いたドーナツ型の月桂樹ボタンを使ってるジャケットイコール対戦モデルっていうのもすぐ分かります、見た目で。そして、前回説明させていただいたいわゆるフラップというのがつくんですが、この対戦モデル中はこのいわゆるフラップが外されております。省略されているということですね。裏味が薄いという説明もしたんですが、そういったもともとフラップ自体を省略されています。なのでここにもボタンはありません。もうシンプルですね。本当にパッと見で、いわゆるこの対戦モデルではもう分かってしまいます。そしてこの、前回と同じプリーツ、前のプリーツのこのステッチですね。この年代から少し太くなります。あとやはり当時のね縫い子さんの縫い方とかもあるんだと思うんですが、ちょっとこのいびつだったりとかっていうのは結構対戦モデルには見られます。今回のね本にも結構な数対戦モデルを載せさせていただいてるんですが、もうステッチの形がいびつだったりとか、結構その作りがねどうしても甘くなってしまった時代っていうのも、感じられます。戦争中だから仕方なかったのかなと、それがまたね対戦モデルの良さだったりします。そして、こちら後ろ、前回はねこの T バックというのを説明させていただいたんですが、こちらが通常です。後ろ背中ステッチが、横に入ります。そして後ろ、このいわゆるバックルバック、シンチバックとも言いますね。今回この、バックル、この金具ですね、もうこちらも対戦モデルの頃に、しか使われておりません。いわゆるこのユリのね紋章が入ったバックル、結構人気ですね。これは僕もねやっぱり見た目でかっこいいなと思います。そしてこのピカピカです、シルバーが、こちらもね針仕様になっております。このね、いわゆるユリの、バックルがついてるのはもう本当対戦モデルと思っていただいていいと思います。あとはこのね年代特にいわゆるステッチが、オールイエローステッチが多いですね。こちらも見ていただくともうステッチはほぼほぼ黄色のステッチを使っています。そして今回こちらの対戦モデルちょっとスペシャルな箇所があるんですが、前回説明させていただきました。J ジャンは通常肩からステッチが1本と脇のこの下から1本と、
ここで2本ステッチが入るのが通常です。それがですね、今回こちらはその脇の下からの1本ステッチだけですね。1枚袖です。はい、ステッチがこの下の部分にしか入らない1枚袖ですね。こちら、今回のこの本にはですね、1枚袖という形でファーストに存在しますというので載ってます。今までですね、僕も本当にもう、何百枚という数のファーストを、見てきたんですが、こちら年代で1枚袖なのでも、違います。そしてサイズが違うから1枚袖なのかっていうわけでもないです。これはですね、リーバイスの方に、聞いてもその資料としてですね、なぜここ1枚袖にしたのかっていうのは実際載っておりません。こちらの対戦モデルは、いわゆる1942年から、46年ですね、46年頃まで、製造されていたジャケットになります。はい、こちらね、いわゆるリベット、はい、こちらのリベットなんかも、はい、対戦モデルはですね、一応このリベットの刻印が入ってないのが多いです。ただ今こちらのやつを見ると、いわゆるエルビアスの CO の O が小さいんですね。はい、後の箇所も何箇所か見たんですけれども、後ろのこのバックルのところに使われているのはもう O が大きくなってます。はい、ちょうどね、戦争を境に、戦争以前は O が小さい。これはね、ジャケットの方を今回本にもリベットを拡大して写真撮らせていただいてます。前回の501の時もリベット写真大きく撮ってますので、そちらの方を見ていただいて、この辺はリベットがね入り組んだのが使われております。あとやはり対戦モデルといえばね、もう皆さんご存知だとも思います。やっぱり色落ちが一番いいというふうに評価されております。あとはやはりこの生地の音数が少し厚くなっている。なので対戦モデルの色というのは特にこのインディゴが深く濃い、はい、そして生地が少し厚いというのが特徴だと思います。これでですね、やはりデニムジーンズの方もそうですし、ジャケットもやっぱこのちょっと独特な色落ちをするなっていうのが一つ、デニム好きの方々にもね、もうヴィンテージラバー、今対戦モデルがやっぱ一番人気があるんじゃないかというふうに、今評価されております。今回は、こちらの対戦モデルの G ジャンを、紹介させていただきました。こちらのジャケットもですね、近日、販売予定で考えております。あとですね、また次からは、このまた G ジャンの本ですね、こちらのオンブックの G ジャンなどを、紹介させていただこうと思っておりますので、改めてですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。